こんにちは。シェア畑、杉並いぐさ、菜園アドバイザーの高橋です。今日は、4月までに、葉物野菜を収穫するための栽培のポイントについて、ご紹介していきます。冬の、葉物栽培は、これまで育ててきたものは、収穫の時期になります。今はですね、玄関期、非常に寒い時期なんですけれども、種をまこうと思えばですね、まけるお野菜も、いくつかあります。少し、栽培には時間かかりますので、3月か、4月ぐらいまでは、必要になってきますが、害虫が少ないので、比較的、容易にですね、簡単に育てることができる時期でもあります。今日は、収穫までに、どのような作業があるかを、ご紹介していきたいと思います。最後に、ご質問にも回答していきますので、ぜひとも最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。それでは、1月に植え付けができる、お野菜を紹介していきたいと思います。まず最初はですね、こちらのほうれん草の弁天丸という品種のご紹介です。弁天丸はですね、非常にルテインがですね、豊富で、味がいいということなんですけれども、冬場のですね、ほうれん草は非常に糖度が上がりやすいですので、非常に甘くてですね、濃厚な味を楽しむことができます。ですので、冬場の葉物野菜としては、一押しのお野菜になります。続いて、こちらの紅サンタを、紹介します。非常に寒さに強い、寒い時に栽培に向く品種です。で、非常にサイズとしてはですね、小ぶりなんですけれども、非常に味も良くてですね、冬場として栽培しやすい品種になりますので、ぜひ試してみてください。この紅サンタはですね、もう一つの特徴としては、密植ですとかプランターでも栽培することができますので、ただその場合にはですね、もうちょっとやっぱサイズが小さくなってしまいますけれども、比較的数取りがしやすいような大根ですので、非常に面白い品種だと思います。次は小松菜です。で、小松菜はですね、ご存知のようにですね、非常に種類が多くてですね、ホームセンターなんかでもですね、いろんな種類の小松菜が販売されていると思いますけれども、どの小松菜もですね、非常に育てやすくて、周年栽培、一年中栽培することができますけれども、やはり冬場の小松菜っていうのはですね、非常に味が濃くなりますので、しかも栽培が比較的容易ですので、おすすめの品種の一つです。次はですね、この水菜ですね。で、この水菜もですね、最近では非常にポピュラーな野菜の一つになっておりますけれども、冬場でもですね、非常に寒さに強くて育てやすいお野菜の一つです。かなり繁茂しますので、うまく育てればですね、かなり量的には収穫することができます。これもですね、おすすめのお野菜の一つです。それでは、栽培のポイントの一つ目です。冬場のですね、葉物野菜の栽培の場合にはですね、前作のですね、お野菜のですね、肥料が残っているケースが多いと思いますので、特に肥料はですね、投入せずに、もう直接ですね、栽培を始めてください。ポイントの2つ目です。種まき作業後はですね、しっかりと防寒をしていただくということです。しっかりと防寒することで、この時期でも種まき生育させることができます。発芽適温と生育適温をしっかりと確保するために防寒はしっかりとしていきましょう。それでは実際に種まきをやってみたいと思います。今回はほうれん草の種をまいてみたいと思います。穴あきマルチのこの一つの穴にですね、4粒ほどのですね、種をまいていきます。で、土を戻して、で、しっかりと鎮圧をしていきます。はい、これで種まきは完了です。しっかり鎮圧した後にですね、軽くですね、水をまいていただければと思います。ただ水もですね、土壌の状態によってはですね、全くあげないでも、発芽させることはできますし、逆にですね、非常に乾きすぎているようであれば、しっかりとですね、水をあげた方がよろしいと思います。それでは、防寒作業をしていきます。で、まず不織布ですね、マルチの上に、ベタ掛けしていきます。で、風で飛ばされないようにですね、この四隅を、U ピンなどでですね、軽く固定していきます。で、この後はですね、トンネルを作っていきます。で、トンネルはですね、このような段ボールをですね、3本使って、トンネルを作っていきます。
だいたいトンネルの高さはですね、だいたい膝小僧ぐらいですか。それほど大きな野菜にはなりませんので、だいたい膝ぐらいの高さで十分です。この両端の段ボールはですね、若干外側にですね、こう開き気味にですね、刺していただくと、最後の防虫ネットとかですね、保温ビニールがきれいにピンと張れます。で、真ん中の段ボールはまっすぐに垂直に刺すようにしてください。で、3本の高さを揃えて、これから保温ビニールと防虫ネットを貼っていきます。まず保温ビニールですが、こういうふうなですね、穴が開いている保温ビニールを使うようにしてください。もし穴が開いてない保温ビニールしかない場合にはですね、いくつかですね、この穴を開けて使用されることをお勧めします。穴が開いてない保温ビニールを使用するとですね、放射冷却という現象で実際にこう穴が開いてる保温トンネルよりは明け方のですね、トンネル内の温度が下がりすぎるという欠点がありますので、穴が開いてない保温ビニールの場合はですね、何箇所か通気口を開けてですね、ご使用するようにしてください。このようにですね、保温ビニールを貼りましたら、さらにですね、この上から、こういうふうな防虫ネットを、かけることをお勧めします。保温ビニールだけですと、やはり冬場のですね、非常に風が強い時にですね、こうめくられてしまう可能性があることと、あともう一つはですね、これをかけることによってですね、保温効果も若干アップします。ですので、もし防虫ネットをお持ちの方はぜひともこういう形で二重にかけてみてください。トンネルパッカーで、裾の部分を留めていきます。以上のようにですね、防寒対策は、このようにしっかりやっていただいて、葉物野菜の発芽適温とあと生育適温をですね確保するようにやってみてください。栽培のポイントの3つ目です。株元の雑草対策になります。冬は雑草は少ないですが、防寒して栽培すると雑草が伸びてくることがあります。特に株元にある雑草はしっかり除去するようにしましょう。発芽した場所に雑草があると生育に悪い影響が出てしまいます。これ茎ブロッコリーを今栽培しているところですけれども、株元にですね、このような雑草がマルチから生えてきてます。こういうふうな雑草が生えてると養分を取られてしまいますので、こういうふうな雑草を見つけたらですね、こまめに除去していただくようにしてください。4つ目は冬はですね、間引きをせずに育てましょう。間引きはせずにですね、残しておいて風対策というふうにしてください。間引きをせずにですね、そのまま生育して大きく育ったものから、順番に収穫していただくと、次の、小さいものがですねまた成長して大きくなっていきますので、またそれを収穫することによってですね、長い期間、収穫量も、増やして、栽培することが、できます。ポイントの5つ目、霜柱対策です。霜柱が立つと、根が浮き上がって乾燥して、枯れてしまうことがあります。霜柱が立ったらしっかりと、手で潰すようにしましょう。こちらの畝はですね、今種を植えたばっかりなので、まだ霜柱は立っていませんが、周囲の畝を見るとですね、霜柱が立ったような跡が認められるところがありますので、実際にどのように潰していくのかっていうのをですね、これからちょっとご覧に入れましょう。これは実際にですね、畝ではないのですが、ですね、このような形で霜柱が立った跡があります。で、こういうふうなですね、霜柱が立った時、もしくは立った後はですね、しっかりとですね、潰して根が浮き上がらないようにしましょう。あまりないんですが、マルチの中にですね、霜柱が立った時には、マルチの上からですね、このようにしっかりと手で押さえつけて霜柱を潰すようにしてください。それでは質問コーナーです。こちらの、ほうれん草の動画にコメントをいただきました。pH はいくつでしょうかというコメントをいただきました。ほうれん草はですね、アルカリ性の土壌を好むお野菜ですので、できればですね、6.5 以上ですね、
いくようにしていただけると、順調に育つと思います。6.2 以上でも、栽培することは可能だと思いますけれども、十分に生育させるためには、やはり 6.5、近辺まで持ってっていただければと思います。今日は、4月までに収穫する葉物の栽培のポイントについてご案内しました。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。シェア畑杉並草菜園アドバイザーの高橋がお送りしました。それではまた。